Hola, amigos. いよいよ本格的なウユニの旅の始まりです。今回からはウユニを知り尽くした現地日本人ガイドさんと合流します。ちょっとふざけないでよ。方角で言いますと、あちらが北で円弧方向で、あちらが西なんですね。今こちらにいます。この列車の墓場の一番西の端にポイントの機関車がある場所に。今はウユニって言いますと、ウユニ塩湖。で東側がオリエンタル鉄道株式会社っていうのに分けられます。今日から3日間、宝石の道を行くプライベートツアーを組んでもらいました。現地在住の日本人ガイド岡野さんの日本語でのツアーです。スペイン語や英語ではなく日本語で安心してウユニを楽しめます。ウユニ塩湖に行く前にまずは塩湖以外の観光地を訪れています。ウユニから港町のアントファガスタまで塩や鉱石を運んでいたそうです。以前はボリビアに海があり、チリとの戦争に負けて亡くなったそうです。見たことないけど。上がってもいいですか？水タンクの中にパイプがいっぱい入ると。機関車の上は結構怖かったです。荒野が広がっていて空が青いです。南米旅行のノウハウ37、岡野さんのプライベートツアー編。現地に長くお住まいで日本語で案内対応していただける安心感、出発前の事前情報から現地スケジュールまでウユニの滞在に合わせて臨機応変にベストな対応を準備してくれる信頼感。4人前後のプライベートツアーが絶対おすすめです。柔らかくなるまでだいぶ高いんですよ。コカの葉は噛まないそうです。茎を取って汁が出だすまではほっぺのところに湿らして吸うそうです。と違って公務員は試験もないですし、ウユニの街で見たウニモグの仮モグですね。列車の上でバシャリ。日本とボリビアの友好記念。意外に登るのが怖かった列車の墓場。それでは次の目的地に移動します。捨てられるだけの場所があって、それのが風でこっちへそれでこんなになってるんですか？毎年イベント的にね、列車の中でゴミ拾いみたいなしたら意味ないですよね。なんかチリもこんな感じのすごいところがあるって言ってましたね。あたかものあたり。ゴミを2000の列の衝撃炉でも作ったけど、ゴミをダーンと捨てて、その上ちょっと土をかぶせるぐらいですから、その土すが風で吹き飛ばされて、またその捨てたゴミが露出して。ウユニの町外れに長靴を取りに戻ってきました。何やら野犬がたむろしていてちょっぴり狂犬病が怖いです。
あれあれ、こちらの可愛いワンコちゃんは子連れでした。みんなお気に入りの一足を選んだので、ウユニ塩湖に向けて出発。さあ行くぞ。左側のあたりがちょうど塩湖岸にある塩のホテル、あそこのちょっと左側が塩湖の出入り口になります。で、例えばここからもうすぐストーンと直線でウユニ塩湖に行ったら近さになります。ああ本当だ。あ、あれがなんかバンビみたいです。リクーニャ、リクーニャ。綺麗ですね。ただペルーなんかでしたら昔からありますで、原種としてはビクーニャとグアナコで、ビクーニャのこういうのは国道通行料です。こっちにあの中に巣を作って生息して。こちらからウユニの塩の生成工場を見学させていただきます。の塩炊く部分ですね。これの裏側に、フライパンじゃないですけども、このような鉄板を引いたで、この上でスコップで数十分かき混ぜて水分を抜きます。で、ここで完全に水分を抜いた後、そちらに粉砕するのが法律化されてまして、それは日本人なんかは海藻とかとって要素を自然に取れるんですけども、ボリビアなんかの人は要素法律をね、それを僕計算したときに本当に少量なんですよ。そんなもん均一に混ぜれるはずがないやろ。あ、そうそう、青いのはザラメですよね。で、手作業の場合ですけども、袋に俺のやつはちょっと一緒だったけど、ちょっと少なくなってる。本当そうね。国内で生産される塩の数としては。なので、これ何が入ってるの？お風呂なの？味付きだよ、味付き。アヒが入ってる。こういうことってことですよね。塩の保険って言われてるところで壁が2種類あって、顕在的に塩のブロックを対応しているという、もう一つは装飾剤としてこれを顕在的で、ちなみにタージャ M、L、
タージャムじゃなくてタージャ ML、XL。タージャがサイズですね。でアルパカなんかリャマなんかはちょっとシンガニっていうのも聞いたことある。カーサリアルっていうメーカーでやったら赤が一番下、青が一番下。名前だけ上にしてて。なんか一番国内で美味しい人気あるのはウワリっていうやつです。これは飲んでみようかな。そう、こっちのなんですけど、こっちまだ飲んでないです。初めてのリャマいただきます。めっちゃ棒読み。どんな感じ？美味しい。香りはちょっと羊っぽい感じ。どんな感じ？どんな感じ難しいね。硬い？硬くはない。見た目はちょっと砂ずりっぽいけど。そうね。ね。なんかと比べると一番コレステロールが低いヘルシーなでは確かに。あ、ウニのマシンですけど、これだね。さあ行くぞ。25ヘル25ソル。この上にまだ舗装を重ねると思いますね。はい。ちゃんとしたいいのをそう。4車線ですよ。顕在的にも使ってます。で、円弧の高台にあるので。ここについてはまだ、やっぱりこうなだらかな、こういうところだけ。いや、表面がへこんでるで徐々にこう深くなる。それじゃね。バイバイ。